お世話になっております。マサルです。今回は応用情報技術者試験や高度共通午前1でよく出題されている AI の科学習について一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちらです。次の2人の学生のうち AI の科学習と同じ状態に陥っているのはどちらでしょうか。学生 A、過去問を解きながらなぜこの答えになるのかという解き方のルールを覚えた。そのため本番の試験で過去問と少し違う問題が出ても正解できた。学生 B、過去問に出てくる問題の文章や数字をすべて丸暗記した。過去問と全く同じ問題なら100点を取れるが、本番の試験で数字が一つでも変わると全く答えられなくなった。どちらが AI の科学習と同じ状態でしょうか。考えてみてください。それでは正解の発表です。正解はこちら。学生 B が科学習の状態です。ではどうして学生 B が科学習の状態なのか、一緒に勉強していきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。皆さんはテスト勉強で過去問を完璧に暗記したのに本番のテストで全然点が取れなかった、そんな経験はありませんか？実は AI の世界でも同じようなことが起きます。これを科学習、オーバーフィッティングと呼びます。科学習と聞くと学びすぎる、つまりいっぱい覚えすぎるというイメージを持ちますが、そうではなくて、科学習とはオーバーフィッティング、つまりフィットさせすぎることによって汎用性がなくなってしまっている状態のことを言います。詳しく説明していきますね。 AI の学習というのはただ正解を覚えればいいわけではありません。実は勉強しすぎて失敗することがあったりするんですよね。この3つのグラフを使って解説していきます。まずは学習不足のグラフ。オレンジ色の四角が受験勉強でいう過去問だと思ってください。そして青い線が学習結果です。この青い線は非常に直線的ですよね。この状態は学習結果が単純すぎてデータの特徴を捉えていない状態です。人間で言うと過去問をパラパラっと見てなんとなく勉強したみたいな状態ですね。もし黄色い四角の場所に存在する問題が出題された場合、学習結果から離れた場所に来ているので良い結果を出力することができません。これだと学習不足というわけですね。それでは次のグラフを見てみてください。こちらは適切な学習のグラフです。青い線が過去問を示すオレンジ色の四角に対して曲線になっていることで、それぞれの問題の特徴を捉えていることが示されています。テスト勉強でいうと、解き方のコツや本質を理解しながら学習している状態だと言えます。先ほどと同じように、黄色い四角の位置に問題が出題された場合、青い線から近い位置の問題なので、期待された出力をすることができます。ちなみに、このように初めて見る問題、つまり未知の問題であっても応用することができる性能のことを汎可性能と呼びます。汎可性能という言葉も覚えておきましょう。では次のグラフを見てください。このグラフが今回の主役、科学習のグラフです。線がぐにゃぐにゃしていて、すべてのオレンジ色の四角を通ろうとしていますよね。一見完璧に見えますが、これが罠なんですよ。テスト勉強で例えると、過去問の数字や選択肢の並び方など、すべてを丸暗記してしまった状態と言えます。つまり、それぞれの訓練データに対して必要以上にフィットさせてしまった状態だとも言えます。例えば、黄色い四角の位置の問題が出題されたとします。訓練データにフィットさせすぎたことで、学習結果からの距離が遠くなってしまい、期待された出力を得ることができなくなってしまっています。つまり、科学習の場合、訓練データと同じ問題の場合は
100点を取ることができますが、しかし少しでも数字が変わってしまった本番の試験、つまり未知のデータに対しては丸暗記が邪魔をして全く解けなくなってしまっているということです。まとめると、科学習というのは訓練データに過剰に適合しすぎて汎化性能が低下している状態だとも言えます。では科学習についてもう少し掘り下げていきましょう。このイラストは私が仲良くさせていただいている一成さんに作成していただいたイラストです。このイラストをもとに科学習を掘り下げていきますね。まず AI に対して動物を見せて学習させます。その後に黒猫の画像を見せます。 AI に対してこれは犬ですか猫ですかと判断してもらうんですが、 AI はこの画像を見て犬ですと答えてしまいました。つまり人間の望んだ結果を出力することができませんでした。ではどうして AI はこの画像を見て犬だと判断したのでしょうか。その理由は AI が首輪の有無という情報も含めて完全に覚えてしまったからです。首輪がないものが犬、首輪があるものが猫と科学習してしまったということですね。ではこの科学習の状態を解消していきましょう。科学習を解消するためには、まず訓練データを加工します。首輪のある状態とない状態の犬と猫の画像を用意して、その他の訓練データも追加して学習させます。そうすると科学習状態が解消されて、黒猫のデータを見せたときに AI はそれは猫ですねと評価をすることができるようになります。まとめると、科学習の解消方法は元の訓練データを加工して訓練データを増やすことで解消されていくということですね。ではここからは実際に出題された AI の科学習の問題に挑戦してみてください。応用情報技術者試験令和4年秋問4、 AI における科学習の説明として最も適切なものはどれですか。ある領域で学習した学習済みのモデルを別の領域に再利用することによって効率的に学習させる。学習に使った訓練データに対しては精度が高い結果となる一方で、未知のデータに対しては精度が下がる。期待している結果とはかけ離れている場合に、結果側から逆方向に学習させてその差を少なくする。膨大な訓練データを学習させても効果が得られない場合に、学習目標として成功と判断させるための報酬を与えることによって何が成功か分かるようにする。どれが正解でしょうか。正解は学習に使った訓練データに対して精度が高い結果となる一方で、未知のデータに対して精度が下がってしまうのが科学習の説明です。次の問題、応用情報技術者試験令和7年春問3、 AI における機械学習の過程において科学習と疑われた時の解消方法として最も適切なものはどれか。訓練した時と同じ精度を出すために訓練データをテストデータとして使用する。精度を高めるために元の訓練データに加工を施し訓練データの量を増やす。予測した結果に近づけるためにモデルをより複雑にする。より多くの未知のデータに対して予測できるように汎化性能を下げる。どれが正解でしょうか。正解は精度を高めるために元の訓練データに加工を施し訓練データ量を増やす。これが科学習が疑われた時の解消方法として最も適切ですよね。ということで今回は科学習について一緒に勉強しました。科学習は学習データに対して過剰にフィットしてしまっている状態です。本来のデータの傾向から外れてしまい、未知のデータに対する予測精度が下がってしまいます。なので学習データに対しては高い精度を示すものの、実運用では性能が落ちてしまうため汎化性能が失われていて実用的ではないという状態になっています。科学習に対する対策は訓練データを加工して訓練データをさらに増やすことで科学習の状態の解消が期待できます。ということで今回は一緒に AI の科学習について勉強しました。最後におまけです。今回は科学習について勉強しましたよね。
実はこの AI の最新課題である科学習を数十年前に予言していた漫画があります。それは手塚治虫先生のブラックジャックという漫画です。ブラックジャックという人は医者免許を持っていませんが、凄腕の医者です。ある話でブラックジャックは宇宙人の治療の方針として1枚の紙幣を見せ、これを大量に持ってこいと要求します。後日宇宙人は約束通り山のような札束を持っていきます。しかしその直後、ブラックジャックは警察に逮捕されてしまいます。その理由は全ての紙幣のシリアルナンバーや紙のシワまで最初に見せた1枚と全く同じだったからです。これこそがまさに AI の科学習ですよね。宇宙人はお金の本質を学習せず、提示された1枚の紙幣をそのままこれが紙幣だと学習してしまったわけです。あまりに忠実すぎたため、汎用性のない偽物という結果を生み出してしまったということです。現代の AI エンジニアが頭を悩ませている問題をすでに描いていた手塚先生の先見性には本当に驚かされますね。ということでおまけトークでした。また次回の動画でお会いしましょう。